上演。私は今サンフランシスコベイエリアに住んでいます。私の過去のキャリアや仕事、アメリカにいる理由、アメリカでの仕事内容など前回の動画でお話ししてますので、そちらを先にご覧ください。アメリカで仕事する上での難しさというのは、例えば言語が話せても、私はアメリカで働いたことは今までなかったので、そこのアメリカのそのビジネスカルチャーというのを、ピックアップするところから始まりました。ね、アメリカのその英語にもちゃんと、丁寧に使う英語というのはあって、ビジネス英語というものがあって、それを仕事をしながらピックアップして覚えていったりとか、自分のクライアントとか上司に対する、接し方とか、日本ほど厳しいものではないですけれども、その丁寧な対応をするというのは変わらなくあるので、その文化に慣れていくのに、少し苦労しました。次に私がよくコミュニケーションをするクライアントの方々はすごく高学歴な方が多いです。で、PhD とかマスターディグリーを最低でも持っている方々が多いのと、年齢的には30代後半の方々以上の方々が多くいます。で、そんな中で、経験がない私が飛び込んで、そこでビジネスを対等にしていかないといけないんですけれども、やっぱり最初は、信用されてなかったりとか、頼ってもらえなかったり、認めてもらえなかったりっていうのがありました。で、そこから、信頼関係を構築していくっていうのは、チャレンジングではありました。でもやっぱりクライアントの要望に、すぐ応えてあげたりとか、彼らが求める期待値を超えるアウトプットを出してあげるとか、理不尽なビジネスディスカッションの時には、ビシッと締める言葉をちゃんと発言する、意見をちゃんと言う、あとは助けてあげたり、して、そういう基本的な対応をすることによって、徐々に信頼関係も築けてきました。これはアメリカでも日本でも変わらないのかなとは思います。はい。で、続いてシリコンバレーという土地柄もあってスピードというのがすごく重要になってきます。例えば明日までにこの答えを出してとか、明日までにこのデシジョンを社内でしてきてその答えをちょうだいっていうのは結構しょっちゅうあります。で、その場合はその日の夜中、こちらの夜中まで、アメリカの夜中まで日本とディスカッションとかいろいろミーティングとかして結論を出して、でこちらの朝になるまでに資料を用意してもらって、でこちらの朝になってからその資料の修正とかプレゼンの用意をして、お客様に回答を持っていくということをやります。でもちろん 2,3 日猶予をもらうこともあるんですけれども、スピードというのがそのぐらい重要になることが結構大変なポイントにはなります。はい。で、じゃあ駐在していて、仕事として、やりがいがあることとか楽しいことっていうのは、今まで担当できなかったような大きな仕事を担当させてもらえるということ、あとはある程度のデシジョンを、決定することができるので、自分である程度のことはコントロールできて、進めることができるということです。あとはある意味皆さんオープンなのとスモールトークがすごい好きなので、その人のことを知れるきっかけがすごく多いです。なのでビジネスパートナーという、立場上でも親しくなることができやすいと思います。で、親しくなって相手のことを知っていくと必然的に仕事もやりやすくなると思います。で、例えば、ミーティング始まる前にスモールトークをするんですけど、週末何してたとか、こんなニュースがあったねとか、そんなことを話をしてる中で、その人の趣味とか家族構成とかっていうのを知ることができるので、どんどん仲良くなるきっかけが多いのかなと思います。あんまり感情的に怒ったり怒鳴ったりする方がいないと思います。私は日本で仕事をしてた時に何か不具合が起きて、
場合に、クライアントのところに謝りに行ったりそれを報告に行ったりということをしてたんですけども、結構感情的に大きな声で怒ったりする人が多かったです。でうちに来てからは、結構問題も多々あるので、その報告とか、その問題の解決策とかっていうのをクライアントに報告する場合が多いんですけども、その時も、怒鳴っても仕方ないから、じゃあ何が問題で、根本の問題は何だったのか、でそれを、見出せたんだったらそれのコレクティブアクション、どういうことをしたらその問題が解決するか対策できるかっていうのを、そっちを教えてという感じの方が多いです。なので大きな声でわーって怒鳴ったりされることは私は今のところはないです。あくまでもこれはビジネスしている上でのことなので、プライベートとか日常の中で、そういうシーンを見かけることはありますけれども、対ビジネスパートナーとしては、少ないような気がします。はい、続いて女性として私は今プロジェクトマネージャーとして働いてるんですけれども、女性だからっていう働きにくさとかがなくなりました。今そのクライアントのコミュニケーションの中で、人として女性とか男性とか関係なくもうビジネスパーソンとして対等にコミュニケーションが取れてるなというのをすごく感じます。で日本にいた時に、例えばそのコミュニケーションの節々の中で、女性だからとか、あとは女性なのに大変だねとか、女性なのにすごいねとか、そんな発言があったりとか、女性だから大丈夫とか、そういうことが結構あって悔しい思いをすることが多かったんですけれども、こっちでは性別っていうのはその障害ではないですし、それをネガティブに捉えられるってことはなくなりました。はい、あとは働くスタイルと、働く時間が、アメリカはすごくいいと思います。先ほど私が拘束時間が長いですっていう話をしたんですけど、私はすごく例外で、自分のクライアントとか、あとはその同僚のローカル現地採用の方とかは基本的には定時で帰る仕事をしています。なのでクライアントからすごく夜遅い時間に電話がかかってきたりとか問い合わせが来たりとかっていうのは基本的にはないです。でもちろんミーティングもそんな時間には入らないので、そういった意味ではすごく良いと思います。あとはこちらの方はお子さんがいる方は特に子供のピックアップっていうのがあります。で小中高校もかなはお子さんをピックアップする必要があるので、4時とか5時とかそのタイミングで一回学校に行かなきゃいけないという人が多いです。なのでそういう方々はその時間に合わせて一回仕事を抜けて子供をピックアップに行って、でその後は家で仕事をするというようなスタイルの方も結構いますので、その辺はすごくフレキシブルでいいなと思います。はい、以上になります。動画を見ていただきましてありがとうございました。まだ登録してない方は下のサブスクライブボタンで登録お願いします。また LIKE もお願いします。ではまた次のビデオで See you next time! Bye!